皆さんこんにちは。プラモデル系 VTuber のじゅんさんです。イタレリ24分の1フィアット131アバルトラリーを制作しています。今回は第4回です。前回はボディのへこみやバリを処理するところまで作業をしました。今回はボディの塗装と大型デカールの貼り付けの様子をお送りします。概要欄に目次を書いてありますので、ご興味のあるところからスキップしてご自由にご覧ください。このチャンネルは週1回ペースで動画をアップしています。他にもたくさんプラモデル制作の動画がありますので、よろしければチャンネル登録をしていただいて、一緒にプラモデル制作を楽しみましょう。それでは本編をどうぞ。それでは作業を始めていきます。デカールを貼る前にボディの塗装をしなくてはいけません。前回は全体をサンディングして凹凸や傷を消しました。今回はボディにサーフェイサーを吹いて下地を作ってからボディカラーのホワイトで塗装をします。ボディの裏側を黒で塗装してありますので、サーフェイサーやホワイトの塗料が入り込まないように裏側にマスキングをしていきます。組み立てた後、ボディの裏側はほとんど見えないんですが、天井やピラーの裏側は角度によっては見えますので、マスキングをすることにしています。サーフェイサーで下地を塗装します。成型色が白なので下地色の隠蔽は不要なのですが、細かい傷を埋める目的でサーフェイサーを吹いています。で、続いてボディカラーのホワイトで塗装します。ここも白地に白色を塗装するので塗りムラが分かりづらいです。光を当てながらまんべんなく塗装をしていきました。何回かに分けて重ね塗りをして、最後は艶が残るように少し薄めに希釈をして吹き付けました。はい、こんな感じです。表面が濡れたように見えるところまで吹き付けました。はい、ボディを乾燥させました。思ったほどツヤツヤにはなってくれませんでしたね。あと、こういったところにホコリがいくつかついていました。ホコリを取り除いて全体を磨くことにします。ホコリは3000番のスポンジヤスリで取り除いていきます。こんな感じで力を入れずに優しくサンディングしていきました。もうマスキングは不要なので、この辺りで剥がしておくことにします。結構がっつり貼ってますね。全部取り除いていきます。さらにここからコンパウンドで磨くことにしました。いつもはクリアコートをした後にデカールを貼るのですが、今回はクリアコートの前にデカールを貼ることにしました。この順番でやるのは初めてなので、うまくいくかどうかは分かりません。はい、下地磨き。それでは今回のメインイベント、デカール貼りに入ります。大型のデカールが目を引きますよね。細かいものも多いです。はい、こちら安心と信頼のカルトグラフ社製デカールとなっております。それでは説明書を見て貼り付ける順番を考えてみました。それにしてもこのカラー印刷の説明書いいですよね。はい、結局上から順に貼っていくことにしました。この辺の屋根、トランク、側面という順番です。フロントスカートは最後にします。今回はボディ全体のトリコロール部分だけを貼っていきます。ゼッケンとか細かいのは乾燥させた後、次の週の作業にします。いつものツール、マークセッターとマークフィットです。デカールを貼る場所にマークフィットを塗っておきます。マークフィットの水分にデカールが吸い寄せられて、デカールの位置を決めやすくなる効果があるかなと思っています。さて、最初の1枚、緊張の瞬間です。屋根とピラー部分が1つのデカールになっています。前後左右の位置を気にしながら置いていくので、ここはすごく難しかったです。
意を決して台紙を引き抜きます。ピラーのデカールがちぎれそうでちょっとヒヤヒヤしましたね。なんとかデカールを置けたので位置を修正していきます。綿棒を使って屋根の曲面になじませました。ピラーのデカールの位置がうまく決まらなくて結構苦戦しました。屋根のデカールとピラーのところがつながっているのでなかなか位置を変えることができません。それでもなんとかねじ伏せました。マークセッターをつけた綿棒で少しずつ曲面になじませます。時間とともに徐々に定着してくれました。ちょっとシワが残ってますけど難しいですね。はい、逆サイドも同じ手順で貼り付けていきました。後ろのピラー側からデカールを置いた方がやりやすいってことがこの時分かりました。気泡をしっかりと取り除いて曲面になじませる作業をしています。スリルと達成感が交互にやってきますね。はい、次はトランクです。給油口の穴が開いているのでこれを目印に位置を決めていきます。トランクにはマークフィットをあらかじめ塗っておきました。平面で邪魔になるものもなくて形状も単純なのでここは楽に貼れそうです。でもちょっと手元が危なっかしいですね。はい、位置を微調整していきます。給油口とずれないようにしながら前後の位置を確認していきました。ダックテールのスポイラーの付け根にデカールがしっかり食い込むように意識をします。トランクの両サイドにあるモールドにもしっかりとなじませます。平面が大きい分気泡が残りやすいです。丹念に気泡を逃していきました。はい、こんな感じです。ここは納得の仕上がりですかね。ということで屋根とトランクのトリコロールは完了です。はい、ここからさらに難易度が上がっていきます。ですね、横長でドアレバーとインテークの2箇所に穴があるっていうちょっといつものマークフィットで心の準備をしています。台紙からボディにデカールを乗せるのも一苦労しました。これどっち向きにスライドさせればいいんだろうなと、考えた挙句、素直に右向きに台紙を引き抜きました。がですね、これちょっと後方にダメージが集中してますね。これ大丈夫でしょうか。危うくちぎれるとこでした。危ないですね。はい、ドアノブとインテーク、フェンダー前後上下の位置を見ながらデカールの位置を修正していきます。指にデカールが貼り付かないように指先に水をつけてちょっと湿らせておきました。はい、大体の位置が決まったので綿棒で気泡を追い出していきます。サイドのデカールは後方、前方、フェンダー、インテーク4つのデカールで構成されています。それぞれの模様がうまくつながるように貼らなければいけません。正直僕には模様をぴったり合わせる技量はないです。この辺はやっぱり経験とセンスなんでしょうか。今後も磨いていきたいと思います。はい、ひとまずこんな感じになりました。はい、次はフェンダーの立体的なデカールです。1枚の平面のデカールをフェンダーに合わせて折り曲げながらさらに側面のストライプと位置を合わせなくてはいけません。デカール自体は小さくて扱いやすいんですけど、そういった意味で位置決めがすごく難しかったです。ストライプの位置に合わせるとフェンダーの一部がむき出しになってしまいました。で今度後ろ側を引っ張るとストライプの位置がずれちゃうっていう繰り返しで、本当に立体的な曲線にデカールをなじませるのはかなり難しかったです。結局こんな感じでちょっとストライプもずれちゃって、後ろ側もシワが入って下地が見えちゃうっていう状態になって、後でリカバリーを考えないといけない。気を取り直してフロントサイドのデカールを貼っていきます。
こんな感じでピラー部分も一体化されたデカールになっています。難しそうですね。前をボンネット、後ろをドアパネルのストライプと合わせないといけません。前後を合わせつつピラーにうまくデカールを貼り込むという曲芸的な作業ですね。なかなか位置が決まらないんですよね。最終的には強引に合わせるしかないってことでギュッとつけてきました。ピラー部分のへこみにデカールをうまく入れていきます。そしてマークセッターでなじませていきました。あとは全体的に気泡を抜いて密着させていきました。なんとなくこの時点で模様のズレがあるんですけど、ここまで来たら引き返せないですね。はい、ということでこれでよしとします。でこのタイミングでエアインテークの上にもデカールを貼っていきます。ラリー仕様の131はエアインテークに蓋がしてあるそうですね。なのでカラーリングもエアインテークの上に入ります。ここもですね、ストライプに模様を合わせながらインテーク部分を全て覆い隠すように貼るという作業でした。指と綿棒で位置を微調整していきます。はい、なんとか完了しました。ボンネットにフィアットのエンブレムを貼っていきます。吸気口部分が分割されています。吸気口に合わせて位置を決めていきました。ちょっと説明書と照らし合わせて場所を確認します。で指でちょっと微調整していきました。ちょっと左にずれちゃったかもしれないですね。あとは吸気口の下の部分を貼り付けていきます。上の部分が決まっているので下の位置決めは楽でした。はい、こんな感じで真上から見てエンブレムを貼ってりゃ OK です。ボンネットをボディに乗せてみました。デカールの位置確認のためにテープで仮止めをしています。ボンネットの両端にストライプが入ります。リアからフロントまで綺麗にストライプが揃っているとかっこいいですね。はい、両サイドストライプを貼って完了です。ボディのストライプが一通り終わったので、これからフロントスカートのストライプを貼っていきます。ここはフェンダーに続く曲面にデカールをうまくなじませるのがポイントになります。1枚の平面を曲面に合わせるので、どうやっても端っこはシワになります。それをマークセッターで軟化させながらじわじわなじませる作業になります。と理屈で分かっていても全然うまくできないです。というか言ってる間になんとか貼り付けることができました。はい、ということでひとまず予定した作業は完了しました。まだボディカラーのストライプだけなのでデカールの全体の3分の1ぐらいしか貼れてないですが、遠目に見たらそれなりに見えますかね。はい、反省点クローズアップです。こういうところですね、ずれて下地が出ちゃってるところがいくつかあります。あと模様のつながりが失われちゃってるところもありますね。こことか、あとこことか、この先端もピシッと合わせなかったんですがちょっとずれちゃいました。でもなんだかんだ達成感はありますね。まだ途中ですけどね。ということで今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。終了します。